下腹ぽっこり、お尻のお肉、産後の骨盤の歪みや尿漏れ、全てバスタオル一つで解消できます。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日は骨盤の歪みやねじれを自分で調整できる方法をご紹介していきます。もしあなたがお腹周りやお尻周りのお肉にお悩みだったり、骨盤の歪み、ねじれに悩んでいる場合は必ず最後までご覧ください。というのもですね、これまで僕自身は骨盤矯正ストレッチをこの股関節のねじれ、歪みを調整することによって自分で改善できるストレッチをたくさん出してきました。しかし今日やっていくのは骨盤の中自体のねじれ、歪みというのを自分で改善できる、これまで出してこなかったエクササイズになります。ただしこれはですね、形だけを真似しても効果の出方がもう天と地ほど、さらに言うと目白と目黒ぐらいですね、全く変わってきますから、ぜひこのメカニズムを理解した上で一緒に頑張りましょう。ではですね、まず骨盤周りのねじれの原因を解説していきます。もちろん産後の女性はこの骨盤底筋といって骨盤の中の筋肉が緩んでしまったりとか弱くなってしまうことによって尿漏れだったり下腹のぽっこりが出てきます。しかし産後お子さんを産んでいらっしゃらない方も現代人はほとんどこの筋肉が使えていないんです。というのも先日僕の生徒さんのお医者さんとお話をしていて、来院される患者さんの20代半ば以降の女性ですね、かなりの確率で尿漏れをされている。それはお子さんを産んでいらっしゃらない方でもよく起こっている症状だとお聞きしました。さらに言うと最近の若い方、出産される時にぐっと息んだ時、この赤ちゃんを押し出す骨盤底筋が使えなくて力が入らないから顔にばっかりぐーっと力が入ってしまう。もうほんと血管切れるんじゃないかなぐらいね、顔はすごく苦しそうなのに全然息むことができないっていうね方が非常に多いっていうのをお聞きしました。というのを骨盤底筋って本当にねめちゃめちゃ意識しにくい、分かりにくい筋肉なんです。しかしこれをうまく使うことができれば下腹のぽっこりは一気に解消し、さらに骨盤のねじれ、歪みも整いますから、股関節、下半身のむくみや疲れが取れたりですね、循環不良も改善することができます。ですからこの骨盤底筋の構造、そしてメカニズムを簡単に説明していきます。骨盤底筋はまさに骨盤の底からハンモックのように内臓を支えている筋肉です。人の体にはお腹と胸に空洞があります。腹腔と胸腔と言いますが、お腹の空洞の圧力が例えば腹筋をしたりくしゃみをするときに下へ逃げてしまうということです。逃げた圧力の分がどうしてもね下腹ぽっこりになってしまったり、それが瞬発的なくしゃみだったりすると尿漏れが起きてしまったりします。ここを常に収縮した状態で動かすことが大事なんですが、先ほどの出産をするときに全然息めない、力が入らないっていう方のパターンと同じで、使えてない方が使おうと思っても実は骨盤底筋ではなくて、このお尻とか太もも、肩、首、違う筋肉ぐっと固めてね中を締めようとしてしまいます。でもこれは中が締まっているわけではなく、外側の筋肉を固めているだけ。この状態で腹筋したり運動したりすると実は中が緩いまま外ばっかり固めているので、体がどんどん硬くなってしまってストレッチをしても体が倒れないとか股関節が硬いというような状況になってしまいます。ですからまずは固まってしまっている外側の筋肉を緩めつつ中の骨盤底筋を使っていく、この2ステップが必要です。それにはバスタオル一つあれば簡単にできるエクササイズがありますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。それではここから骨盤矯正ストレッチをしていきますが、使っていくのはバスタオル。このバスタオルを何回か折りたたんでいきます。そして筒状に丸めていきましょう。はい、このようにですね筒状になりました。もしお持ちの方はこのようなハーフカットポールを使ってもらうのも非常に効果的です。はい、準備ができましたらまず皆さんこのようにカエル足にして座ってください。このカエル足がちょっとやりにくい時はあぐらでも全然 OK で、さらにこの座った時に腰が丸まってしまう、骨盤が後ろに寝てしまうという方は椅子に座ってもらってもいいです。あと骨盤を垂直にすること、お尻と地面の接地面積、左右差はないですか？しっかり感じると右と左で体重のかかり方が違ったり、お尻の地面とのくっつき具合、接地面積の違いがあります。これに気づけるかが自分で直すことができるかの境目になってきますよ。どうですか？左右差はありましたか？もし左右の差があったらコメント欄の方にねメモしてもらっていいですから忘れないようにしておきましょう。はい、ではこの感覚覚えておいてもらって、このタオルの上に座ります。このタオルをまず引いたらお尻の真ん中に置いて座っていきましょう。このように骨盤の真ん中、お尻の境目ちょうどど真ん中に置いて座ります。このような形。そして余裕があったらお尻を右と左にこうかき分けるようにしてお尻を開いてドスンと座ります。これだけでもお尻が左右にぐーっと広がっていく感覚がありますね。この状態で骨盤を後傾といって後ろに傾ける動き、そして前傾前に傾ける動きをしていきます。後ろと前
このタオルが当たってるお尻のど真ん中のラインがちょっと痛かったりとか固まってるなって感じがあっていいです。ただあまりにも痛すぎる時は控えてくださいね。角度によって痛いところがあったりすると思います。これがこの半分のポールでやっていくとさらに結構激痛なので、余裕がある方はチャレンジしてもらってもいいかと思います。これはですね、普段骨盤底筋が緩んで下腹や腰回りのお肉が緩んでいる方というのは、その周囲の筋肉、お尻周りとかの筋肉をぎゅっと無意識に固めて骨盤を安定させようとしてますから、結構ね痛かったりします。はい。でそれをしっかりとリリースしてから骨盤底筋を使っていきます。どうでしょうか。結構痛いですか？痛くなくてもねいいんですが、こういう動きがスムーズにできるようにねしていきましょう。はい。そしたら骨盤をねぎゅーっと前傾、骨盤立てましょう。このままポイントはへそを引っ込めて呼吸です。10回呼吸をするだけでかなりお腹、骨盤底筋が使えるんですが、ポイントは一つ。下腹を引っ込めたまま吸って、この引っ込めたお腹が膨らまないように吐く。吸う息吐く息ずっと引っ込めたまま。そしてもしさらに余裕がある方はこのように骨盤の底蓋になっていますが、ここお尻や太もも柔らかいまんまで吐く息でこの座骨の間から水を吸い上げる、タオルを挟み込むような感覚で呼吸をすることができると、実は中の筋肉がキュッと締まり骨盤底筋が引き上がります。内臓を持ち上げたり下腹を細くするには必ず必要な筋肉では、皆さん一緒に呼吸をしてみましょう。できたらへその下少し触って、鼻から息を吸ってゆっくり吐いて、1、長く吸って吐いて、2、3つ目吸って、吸う時も薄いまま吐いて、せーの吸う、目いっぱい吐く、5つ目なんとなくこのタオルを吸い上げるように吐く、抜けない6回目吸って、ゆっくり吐く、またもっと長く吸える、吸って吐いて、8回目吸う、もう一個吸ってゆっくり吐く、はい、吸って9回目吐く、ラスト1回です。苦しいけどもっと吸って、全集中、骨盤底筋引き上げの呼吸です。吸ってはい、 OK。 ではこのタオルを外して座ってみてください。どうでしょうか。めちゃめちゃお尻がピタッと地面に沈み込んでないですか。最初よりもね2倍3倍ぐらいお尻が地面に沈み込んで接地面積が増えていると思います。これで骨盤底筋をうまく使う準備ができました。もちろんこれだけでもいいんですが、余裕がある方はここからカエル足腹筋をすることで骨盤底筋をさらに鍛えていきます。では今骨盤底筋がしっかり収縮できるようになってきて、余裕がある方は足をカエル足にしてください。この骨盤底筋一番収縮するのはいわゆる出産のポジションです。これをね少し大きくしていくとカエル足になります。というのも股関節を外に開くことによってこの骨盤底筋がぎゅーっと収縮しやすくなるという性質があります。このままでよいしょ、足フロックレッグレイズ、息を吐いて吸ってで上げ下げをしていきましょう。一緒に10回頑張りましょう。せーの、1、中締めたまま、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。はいです。お疲れ様でした。どうでしょうか。最初よりもね立っている時も少し地に足つく感覚やったり、骨盤の中をね締めるようなイメージができていればバッチリです。なかなかお腹が締まらないとお悩みの方や骨盤の歪みねじれにお悩みの方はぜひバスタオルを引いてあぐらをかいた状態、寝る前たった1分でもいいですから呼吸続けてみてください。ぜひですねこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをクリックしておいてもらうと新しい動画を見逃さずに進みます。概要欄の方に貼っております LINE アットなんですが、こちらですねワンクリックをしてもらうと自分が気になる部位のストレッチを全部まとめたメニューリストが届くようになっていますから、ぜひ LINE アットの方登録していただいて自分のお悩み別のメニューを毎日続けてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。